はいどうも、キリハです。今回は皆さんに紹介したいものができましたので動画にさせていただきます。その内容なんですけども、私の動画では前からブルーアーカイブはパソコンのエミュレーターでやるのをかなりおすすめしてました。これに関してはいろんな理由があるんですけど、メモリアルロビーを何倍も楽しめたりですとか、そもそもマウスでの操作がかなり精密で、今回のヒエロニムスみたいな総力戦でも正確にスキルを当てることができますので、やっぱりスマホで指でやるよりもやはりパソコンでマウスでやるのがかなり効率がいいんですけども、今回新しいエミュレーターを試したところめちゃくちゃ軽くて良かったので、皆さんに紹介をしようと動画にさせていただきました。従来私が使っていた NOX プレイヤーのエミュレーターがあるんですけど、あれよりも CPU 使用率やメモリ使用率、こちらが半分以下で遊ぶことができましたので、今までエミュレーターを試してみたけど重たくて動かなかった方もぜひ試してほしいなと思ってます。そして改めて最近ブルーアーカイブを始めた先生のためにエミュレーターでメモリアルロビーを楽しむ方法だったり利点についても説明していこうと思います。今回使うエミュレーターは概要欄の方にリンクが貼ってありますので、そちらからダウンロードして使ってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、まず最近始めた先生のためにエミュレーターの利点について説明していこうと思います。そもそもエミュレーターっていうのはパソコンでスマホアプリを遊ぶための Android エミュレーターアプリのことです。パソコンで Android の携帯電話を操作しているような感じでマウスなどでスマホゲームを遊ぶことができるというものですね。ブルーアーカイブをエミュレーターでやる利点としましては、まずはもう皆さんもね日々楽しんでると思うんですけど、この生徒たちのメモリアルロビーを大画面で楽しめる、もうこれに尽きると思います。そしてもう一つ、これは知らない方もかなり多いと思うんですけど、解像度設定でこのメモリアルロビーを何倍も楽しむことができるようになってます。どういう意味かっていうと、今表示しているこの画面なんですが16対9と呼ばれる一般的なスマホのワイド画面になります。ですがこのメモリアルロビーのイラストに関しては縦長の iPad などにも適用するために16対12の対比までイラストが用意されてます。簡単に言うと上下にもっとイラストがあるんですね。せっかく可愛いメモリアルロビー余すことなく楽しみたい方は iPad でやるか、もしくはこのエミュレーターアプリで遊ぶ、これをおすすめします。iPad 買えっていうのもなかなかハードルが高いと思うんで、エミュレーターの方が簡単だと思うんですけど、やり方としてはこの右上のこのマークのところをクリックして、こちらの設定、こちらの性能設定のところでここをカスタムに選びます。そして幅が1600、900となっているのを1600と1200に変えます。そうして保存すると対比が変わります。これで起動するとブルアカが縦長の状態で起動ができます。そしてこれで見ていただくと分かるんですけど、もうイラストの幅が全然違いますよね。縦の幅がかなり表示されてます。これによって最高になるメモリアルロビーかなりありますので、これ以上はネタバレになってしまうんで紹介しないんですけど、皆さんもエミュレーターをダウンロードしてぜひ試してみてください。個人的におすすめなのは工場の真白、工場のひな、工場のかりん、この辺りはものすごくおすすめになってます。というか縦長で見ないともったいないですね。ぜひ試してみてください。もしパソコン持ってなくてダウンロードできないという方は定期的に私のライブ配信で縦長で見れるメモリアルロビーの鑑賞会を行ってますので、そちらのライブ配信に遊びに来ていただけると嬉しいです。だいたい月に 1,2 回やってます。あとはこの画面のアロナちゃんもかなり範囲が広く見えますよね。おすすめしたいのがこの総力戦画面のリンさんです。普段はスカートまでしか見えないんですけど、この縦長になるとクロストが見えるということで、かなりこれを利点に考える人は多いんじゃないでしょうか。ただしこの縦長画面なんですけど、通常のコンテンツを遊ぶには少し不向きだったりします。ステージ攻略とかだと横の画面が結構切れちゃったりするので敵が見えなかったりっていうのが結構あるんですね。
なので通常のプレイは横長のワイド画面をおすすめします。ただメモリアルロビーを鑑賞したいときはこちらの縦長を強くおすすめします。あとは冒頭でも言ったんですけど、こういったね、正確にカーソルを合わせなきゃいけないときにやっぱりマウスでやれるっていうのはかなりでかいですね。スマホだと指で隠れちゃってどうしても正確にクリックできなかったりするので、こうしてマウスで正確に狙えるっていうのは戦闘ではかなり有利に働くと思います。あと一つ新機能がありまして、こちらのマイクのボタンを押していただくとオンマイクという新しい機能が立ち上がります。これは同じエミュレーターアプリを使っている人たちでディスコードみたいなボイスチャットだったり、聞き戦でもいいんですけど、画像を貼ったり、チャットをしたりというのができるツールになってます。部屋も自分で作れるので、鍵もかけられますし、例えばディスコードではつながりたくないけど、時折サークルの人たちで話したいですとか、ちょっとした集会に使いたいという時に使える機能になってます。ただこちらに関しては使う方かなり限られているとは思います。私はちょっとぼっちなんで使わないかもしれませんけど。はい、ということでいかがだったでしょうか。新しいエミュレーターアプリの紹介でした。もう常日頃からこの縦長でメモリアルロビーを見ると幸せになれるというのを布教したいとずっと思ってる人間なので、最近新規の方が増えてきたので改めて動画にさせていただきました。プラスかなり軽いエミュレーターアプリが登場したので、今までできなかった人もこれでできるようになるかもしれませんよね。ぜひ試してみてください。何度も言いますが、北条の真城とかひなとか本当に最高なのでぜひ見てほしいです。ということで今回はこの辺で、チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、また次の動画も見てくださると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。